Hi, I'm Kohei Hashimoto, Government Licensed Guide Interpreter. You are most welcome to join me in the unique tour of Japan. Now let's see how it looks like. Today, let's take a look at Hakone Yosegi Zaiku workshop, one of the most famous traditional works of art in Japan. This is one of the workshops near Hakone checkpoint. Inside, there are varieties of boxes of all sizes, beautifully decorated with yosegi. This shop is also specialized in so-called Karakuri box, or Japanese puzzle box. It doesn't open if you don't follow the correct opening procedure. Easier box has just 4 steps to open, and there are boxes that you have to follow up to 72 steps without a mistake. Worth a try. Actually, I have a small one with 10 steps procedure, and it goes like this. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now let's listen to the presentation on Yosegi Zaiku. ちょっと実験始めますけれども、ちょっと上見ていただきますとですね、この伝統工芸の伝に日の丸マークがありまして、それが寄席財団国の方から伝統工芸品として認められているというシンボルマークになります。で、なぜこの箱根の方で寄席財団が発展してきましたかと言いますと、箱根の山でですね、いろいろな木が自生しておりまして、それが単純な大きな発展の理由となっております。他には国立公園になっているので木を切ることができますので、どういうふうに寄席財団を作っているかというと、こういった木材を加工しているんですよ。こういった棒状で加工しております。三角形で削ればこういった模様ができますし、四角で削ればこういった模様が出来上がります。でこれ模様もたくさんありまして、こういうふうにいろいろあるんですけれども、これ幾何学模様といって日本の古くからの伝統的な模様も多いんですけれども、これ模様ごとに意味や名前がついています。名前なんですが、例えばこちらは風車、風車ですね。こちら矢羽根といった。これ最近決めて有名な朝の葉。それぞれ名前がついています。で、これを寄せていくと大きなものができまして、これを種木っていうんです。ちょっと削ってみます。いいですか。はい。これいい香り。いかがですか。回してみてください。すごい。ごめんなさい。あれ。じゃあ。こっちの方に来ました。いつもそうです。やっぱすごいね。すごいですね。これ人数分ありますので、よかったら回して1枚ずつ。紙貼ればしおりになりますし、あとは縁起物ですので、お財布に挟んでいただいても。自分が最後あたりに。小さな種木は小さな金で削るんですけども、こういった大きなものも使います。大きなものは大きな金で削るんです。これお土産。これでも中ぐらいの金です。で、これ押す人引く人で削っていきます。で、実際削るとですね、こういったものができます。これで天然の木の色です。天然の木のはい。で、これ間天然の木って結構脆いです。型に破れてしまったりするので。で、裏面に和紙で紙を貼ると強度がすごい高まるんです。これ裏打ちというんです。That was the first part of Hakone Yosegi Zaiku. Please continue watching Hakone Yosegi Zaiku 2.